助けてください、私たち監禁されてるんです。遡ること9年前の2011年11月、兵庫県尼崎市、警察のもとにある一人の女性が駆け込んできた。しかし女性の決死の SOS も虚しく、同様に監禁されていた女性の母親は死亡。この突然の監禁死亡事件をきっかけに警察は総力を挙げた捜査を開始。そして2012年10月、事件の協力者が逮捕。この人物はこれまでに関与した犯罪について洗いざらい供述。そうして発覚したのは尼崎で人知れず起こっていたとんでもない連続変死事件の全貌。最終的に逮捕・検挙された人数は17人。そして事件の主犯格は64歳の女性、隅田美代子。この女の犯した前代未聞の罪、それは家族の乗っ取り。突如発覚した25年にも及ぶ連続変死事件。6つの家族を洗脳支配するという前代未聞のこの事件の真相とは。そこには日本の話とは思えない深い闇があったのです。おそう何回でも言うんですけど、視聴者さんのコメント全部読んでるケンちゃんです。どうも、髪の毛をちょっと伸ばしたい闇闇子です。他人の家族を洗脳し支配するという恐ろしすぎるこの事件。そしてこの犯人である隅田美代子なんですが、一体どのようにして洗脳ということを成し得たんでしょうか。まずは彼女の驚愕の手口から見ていきましょう。洗脳の手口。一連の事件の犯人隅田は合計で6つの家族を乗っ取りました。そしてその手口は非常に鮮やかだったんです。この動画ではそのうちの一つ、一般的に B 家と呼ばれる家族についてご紹介します。1998年3月、隅田は B 家の母の姉の葬儀に参加。その理由は建前上は親戚だからというものでした。そこで隅田は段取りが悪いなどと言って B 家に難癖をつけて説教したんです。その後隅田は B 家の母やその息子夫婦らを頻繁に尼崎市内の B 家母の家に集め、問題解決のための会議を開かせたんです。こんな従う必要ないじゃないの。無視よ無視。まあそうなんですけど、そんなんできたらこんな事件とか起こってないんですよ。このね隅田美代子さんね、暴力団の存在をほのめかして、もし言うことを聞かなかったらどうなるか分かってるっていう風にね脅したんですよ。それはちょっと断れないわね。しかも隅田はただ脅すだけではなかったんです。なんと彼女、家族が体調を崩すと献身的に世話をすることもありました。また借金を抱えていた人がいたんですが、その人の相談に親身に乗ったりもしていたんです。いいやつじゃない美代子。いやもうこういうことっすよ皆さん。こういうこと、このね飴とムチ、これによってね隅田はねいろんな家族を洗脳に導いていったんです。そしてここからが隅田の真骨頂。彼女は親族らに互いの不満を言い合いさせるように仕向けたんです。それはやがて言葉だけではなく暴力という形に悪化していくんです。最初に矛先となったのは B 家の母なんですが、暴力だけではなく飲食の制限などの仕打ちもあったんです。しかもその加害者が悲惨だったんです。母に暴力を振るっていたのは息子たち。いや、でもゾッとするわね、もう母さんの気持ち考えると。愛する息子たちに暴力振られるんでしょ。確かにね、まあそこまでねさせれるっていうところで隅田はね悪魔的にねこうね、人をね支配したり洗脳するのがねうまかったんですよ。このように B 家に亀裂を入れる一方で、隅田はもう一つの作戦を実行しました。それは B 家の孫と親しくして関係を深めていくこと。これには一体どんな意味があったのか。なんと隅田が孫に慕われるようになったため、孫の手前、その親たちも彼女と親しくせざるを得ないという状況に陥ったんです。隅田との関係が悪化すれば孫の反感を買うことになるんで、孫が人質に取られたようなものなんです。こうして隅田による洗脳は完了。 B 家に対してあまりにも強すぎる支配力を持つようになっていったんです。まあここでね一つ疑問なんですけど、皆さんはこの隅田がなぜこのような洗脳を行っていたと思いますか。分かった人はちょっとねコメント欄に書いてみてください。下準備を終えた隅田は B 家の人間に退職や家の売却を強要したんです。そう、彼女の目的は金銭。なんと退職金や家の売却金を強奪していったんです。そんな生活に耐えていくのはまさに地獄。脱走する者も続出したんです。ところがすぐに居場所を発見され連れ戻されることに。怖っ。このようなストレスにあふれる生活の結果、家族のうち一人は心労がたたったのか病死、さらにもう一人は高層マンションから飛び降り自殺をしているんです。もうなかなかとんでもない悪女ね。でもさ、警察行けばよかったんじゃないのって思うんだけど。まあ普通に考えたらそうなんですけど、そこにもね隅田のね巧妙なね策略がねあったんですよ。隅田の巧妙な恐怖政治の結果、家族の面々は警察に通報しようものなら怒りを買ってどんな目に遭わされるか分かったものじゃない、そのように考えていたんです。そのため通報したくてもできなかったんです。ですが中には勇敢にも通報する者もいたんです。ところが警察には民事の不介入という考えがあります。これは一体どういうことでしょうか。基本的に今回のような状態は親族の揉め事として捉えられるんです。そのため民事の範囲であり警察から助力が得られなかったんです。なんでやねん。しかし実は警察がこのような
な判断を下すことも隅田の計画には織り込み済み。自分が検挙されない盤石の体制のもと犯行を行う。隅田はそんな完全犯罪ができる切れ者だったんです。このような手口で隅田は他にも5つの家族を洗脳していきました。しかも B 家の事件のように彼女は家族内に巧みに対立構造を作っていったんです。そのため洗脳中に起きた暴力事件、殺害事件の実行犯のほとんどが隅田ではないんです。冒頭で最終的に逮捕・検挙された人数が17人という話をしたんですが、彼らは根っからの犯罪者ではなく隅田の洗脳によって犯罪者へと落ちていった人たちなんです。いやいや、こいつなんか犯罪の才能に溢れてないもん。なんで彼女はここまでね洗脳ができたのかってことなんですけど、彼女はね洗脳に対するね英才教育を受けていたと言っても過言ではないんです。そんなことある？はい。それはねどういうことかということでね、彼女のね生い立ちについてね迫っていきたいと思います。洗脳の英才教育。隅田美代子は1948年尼崎で生まれました。しかしまだ幼い頃に両親が離婚、父親に引き取られることになります。そんな隅田家なんですが、実はかなりの大金持ち。その理由は父親が手配師と呼ばれる仕事をしていたから。めちゃくちゃ怪しいわね、悪いことしてるぞこれ。そうなんです。このね父親のねこの職業がですね、後にね隅田のね洗脳のねルーツになっていくんです。手配師の仕事は分かりやすく言えば人材派遣業。人手を求めているところに人材を紹介することで報酬をもらうというシステムの仕事なんです。ですが一般的な人材派遣会社とは異なり、手配師にはかなりグレーなところがあります。実際隅田の父が抱えていた人材は素性がわからない体力自慢の荒くれ者ばかり。父は彼らを武力による恐怖で支配していたんです。しかもそのやり口は非常に残忍。隅田の父は彼ら労働者を自宅に住まわせていたんですが、彼らが汗水垂らして稼いだお金を食事代などの名目で中抜きしていたんです。もうクソ。その割合なんと約4割。いや4割、1000円だったら600円しか残んないじゃない、これ。いやそうなんですよね。かなりの中抜きをしていたんですよね。はい。隅田の父は恐怖政治を展開していたんですが、とはいえそれだけで完全に彼ら労働者を支配できたわけではないんです。集団で反乱を起こされたら一巻の終わり。では隅田の父は一体どうしたのか。彼が取った戦略、それは飴と鞭。そういうことね、ここで飴と鞭が出てくるわけね。そうなんですよ。隅田がねいろんな家族を洗脳する手口と全く一緒なんです。父は給料を中抜きする一方で時折ご飯やお酒を彼らにおごっていたんです。いやそれ彼らのお金。この作戦により人望を集めることに成功。なんでやねん。その結果隅田の父は荒稼ぎ、隅田自身もかなり裕福に暮らせていたんです。このやり口を小さい頃から常に身近で見ていたため、隅田は先にお話ししたように犯罪の天才となったんです。この親にしてこの子ありっていう感じで、これね。そうなんですよね。実際に犯罪に手を染め始めていた隅田なんですけど、犯罪をね楽しむっていうよりはね人をね洗脳したり動かしたりするっていうことにどんどんのめり込んでいくんですよね。では実際隅田は家族を洗脳している間どんなことをしていたんでしょうか。日本最大の悪行。洗脳した家族と共同生活をしていた隅田は彼らに対していくつかの罰を設けていました。その代表的なものが制限。家族の一員が隅田の怒りを買った場合、食事制限という罰を受けることになっていたんです。なんでやねん。その内容はまさに非人道的。茶碗一杯の卵かけご飯やラーメンを1日1回、ひどい時は数日に1回に制限したんです。しかしこの食事制限はまだ序の口。中にはさらに過激な制限があったんです。それは排泄制限。逆にあえて大量に食事を取らせ排泄を我慢させるという遊びをしていたそうなんです。クソ。文字通りクソ。そして恐ろしいことにその様子を見て隅田は爆笑していたんです。意味やばすぎでしょこれ。これもう日本でしょこれ。しかもそんな昔の話じゃないでしょ。日本じゃなくてやばいからねこれ。そうだけど、そんな身近にこんなこと起こってるって信じられないんだけど。他にも隅田は日常的に監禁を行っていました。ある女性はベランダに監禁され亡くなったというんです。ですがなぜベランダの監禁で命を落とすような事態になってしまったのか。実はこの罰を実行した季節はなんと真冬。しかもそんな極寒の中、半袖のシャツに七分丈のズボンという服装を命じていたんです。七分丈って中途半端じゃない、半ズボンじゃなんで半ズボンじゃないの。ここじゃないってね2部分の優しさが残ってたんですね。多分無駄な優しさですよ。このようなあまりにも残忍な支配により命を落とした人数は合計でなんと8人。他にも3名の方が現在もなお行方不明中なんです。そんなね常軌を逸したねこの隅田美代子なんですが、一体彼女はなぜ逮捕されてしまったのか、そしてそのきっかけともなった唯一洗脳に失敗した家族についてお話ししていきたいと思います。決死の逃亡劇。
隅田が最後に洗脳を行ったのは一般に井伊家 F 家と呼ばれる家族。その手口ももちろん鮮やかそのもの。彼女はまず電車を利用した際に孫の乗ったベビーカーが車両のドアに挟まれたと鉄道会社にクレームをつけたんです。これに対応したのが当時その会社に勤めていた井伊家の父。彼は謝罪のため何度も隅田の家に足を運ぶことに。そしてここでも隅田の殿下の宝刀飴と鞭が炸裂。この謝罪の場では必ず彼女の義理のいとこが同席。これは何のためなのか。実は隅田このいとこを元ヤクザと紹介。そして怒らせると何するかわからんでと井伊家の父を脅迫していたんです。これが一番タッチ悪いのよ。いやそうなんですよね。隅田はね暴力の使い方がうまかったんですよね。結局ね人間はね暴力の前ではね従わざるを得ないみたいなね心理状況になっちゃうんですよね。最終的にはそう、しかしただ脅迫するだけではないんです。井伊家の父に対して話し合い中に一度も時計を見なかったなど彼の謝罪の態度を評価し絶賛。これこそがまさに飴と鞭。極度の緊張とその緩和を経験した井伊家の父はやがて隅田に対して心を開くように。そして家族や将来の夢などプライベートな話までし始め家族ぐるみの付き合いとなったんです。この段階ですでに洗脳はほとんど仕上がったようなもの。ここから隅田の支配はますます加速。ある日井伊家の母から実は井伊家父が浮気したことがあるという話を聞きました。これを格好の獲物と捉えた隅田はすぐさま作戦開始。2人に離婚を迫るんです。しかしこれに何の意味があるのか。実は離婚話になったことで井伊家母の両親つまり F 家の人間も隅田と関わるようになったんです。そう隅田は洗脳の手を井伊家だけにとどめず F 家までに広げていったんです。そして井伊家の2人は離婚することに。隅田と出会ってからわずか1年のことでした。やってること許せないけどもはや感心するわこれ。いやもう感心しちゃいけないですよ、これ本当にひどい事件。でもなんで捕まったの、どの犯罪者に関してもそうなんですけど、結局ねやりすぎが原因でうまくいってたねそれまでの犯罪からはみ出た分でねいろいろねこう捕まる要因をね、作っちゃうんですよ。調子乗っちゃうわけ。離婚後隅田は子供の養育問題を話し合うため井伊家 F 家の両家を招集。そしてこの家族会議は連日徹夜で行われることもあったんです。さらに先にお話しした飲食や排泄の制限を開始。両家はいかに隅田の逆鱗に触れないようにするかという一点にのみ集中するようになっていたんです。お互いを監視し始めそれは次第に暴力に発展します。そしてその暴力が特に集中してしまったのが F 家の母。行き過ぎた暴力の末路は彼女の死亡だったんです。悲惨なことに遺体はドラム缶にコンクリート詰めにされ貨物倉庫に放置されていたんです。 F 家の母の死亡後は F 家長女に暴力が集中するようになりました。なんと手足をテープで縛って車に閉じ込められ何度も顔を殴られタバコの火を押し付けられたそうなんです。もうマジでクソ。彼女はこのままでは母の二の舞だ自分も殺されると確信。寝入っている監視役の井伊家父の隙を伺い手足のテープを噛みちぎります。そして2階の窓から飛び降り逃走。大阪市内の交番に駆け込んで一連の事件を説明し警察が動くことになったんです。逃走に気づいたね隅田なんですけど、こう自分がね犯人だってことがねバレるのをね防ぐために井伊家の父に遺書を書かせてねなんとね自殺に見せかけようとしたんですよ。どこまでも悪いやつね。そしてね車に閉じ込めて海に飛び込ませようとしたんですけど、ちょうどね、F 家の長女がね、警察に言ったじゃないですか、それを聞いた警察がねギリギリ間に合ってね捕まったんですよ。そうして2012年に逮捕された隅田。裁判の結果下された判決はもちろん無期懲役ですが逮捕から2ヶ月後彼女は拘置所内でシャツを首に巻きつけなんと自殺。卑怯すぎる犯罪を25年もの長期間行ってきた日本希代の悪女はその幕引きも卑怯そのものだったんです。結局事件の全貌が本人の口から語られることはなく得られたのは関係者の証言のみ。それはつまりまだこの事件にはさらに罪深い真相が隠されているということを意味しているんです。